皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回はボディ塗装からインテリア完成までを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずはボディ塗装から。初代センチュリーの後期型に用意されていたカラーは全部で5色。カラーネームが日本を想像させるもので、例えばブラックにはカムイエターナル、例えばブルーならマシューシリーンなど特別なカラーネームで展開されていました。今回ボディカラーにチョイスしたのは後期型にはないカラーとなりますが、初期から中期まで展開されていた富士クリスタル、クリーム系の淡いホワイトを目指します。用意したカラーはガイアノーツの勇者シリーズよりアイボリーホワイトで、この塗料をガイアノーツの薄め液で 1.5 倍に薄め吹き付けを行いました。ボディ塗装の工程としては3工程で、1工程目は各ラインや角を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目はムラに気をつけながら全体を塗装していきます。次にエアブラシを使用した塗り分けを行っていきます。塗装の順番としては、下回りパーツの塗装やメタリックパーツの下地として、まずは一番量が多いブラック系を塗装。こちらはシャシー裏や足回りパーツなどにエボブラック、下回りのカバー類やオイルパンなどにはブラックを塗装するなどし、コントラストを強調しました。そして次にシルバーなどのメタリック系、マフラー太鼓部分はフラットアルミ、排気管部分はクロームシルバーを塗装するなど、こちらもコントラストを強調です。インテリアはブラウン系2色で展開。ベースにクレオスのダークアースを塗装し、マスク処理を経てフラットブラウンを重ねていきました。テールはクリアオレンジ塗装後、マスキングを経てクリアレッドを塗装。3D 出力したタイヤはホワイトリボンを再現するべく、まずはアルティメットホワイトを塗装。その後長谷川のカッティングプレートを使い、センターを決め、18mm と 20mm を順にカッティング。2mm の円形マスクテープをタイヤに貼り付け、エボブラックを重ねました。続いてはこのセンチュリーでやってみたいことの一つ、ローライダーといえばそうです、ウーファーの設置。トランク部分を開口したので、せっかくなら少し手を加え見栄え良くしておきたいところということで、トランク内部を作り込んでいきます。 0.5mm のプラ板をカットし、デザインナイフで切り込みを入れ、指で曲げて形を整えます。次にセンターを出すなどサイズを測り、コンパスカッターで穴を開けます。ここに 3D 出力したウーファーを設置する予定。サイドもしっかりプラ板で囲い、あとはトランクの開口ヒンジとの調整をしていこうと思います。この様子はパート3にて収録予定となります。次に筆を使用した塗り分けです。まずはメタリック塗料から。ブレーキディスクや排気管はフラットアルミ、キャリパーにはゴールドを塗装。その後燃料タンクなどにはブラックを入れておきます。インテリアパーツの一部には木目調塗装を、下地にエナメルのフラットアルミを塗装し、塗料が乾燥したらアクリルのブラウンでドライブラシで模様をつけます。その上からクリアレッドを重ね完了。高級車らしい深みのある木目調になりました。その後ダッシュボードなどのインテリアパーツのスイッチ類やパネル内部などにセミグロスブラックを塗装。さらにスイッチ類には先端をカッターで削り、細くした爪楊枝でシルバーを塗装です。
塗装というよりはチョン付けに近いかも。3D 出力したシートベルトバックルにはレッドを、カーテシランプにはクリアレッド、テールパーツは裏面からシルバーを塗装し、透け防止をしておきます。ヘッドライトレンズなどのクリアパーツは4アーティストマーカーブラックで縁取りし、細かい塗り分けが完了です。次に下回りの組み立てです。フロント、リアともに車高とキャンバー調整ができる機構を兼ね備えていて、スプリングを組み込み組み上げていきますが、仮組みである程度組み上げ塗装までしてあります。フロントはブレーキディスクを取り付けたらシャシーにネジで組み込みます。このネジで車高調整可能なので、ホイールが出来上がったら調整していきたいと思います。リアも同様でネジでシャシーに取り付けていくのみ。足回りを組み込んだらアンダーカバー、そしてマフラーとスペアタイヤパーツを取り付け完了です。次にデカールの貼り付けです。ボディへのエンブレム類の貼り付けは、エンブレムパーツがメッキ素材の別パーツとなっているので、完成直前に仕上げます。ということで、ナンバープレート、スピードメーター部分に対しデカールを貼り付けていきます。古いキットでしたが、デカール自体は傷んでいなかったので、マークフィットでなじませつつ、筆と綿棒で水分と空気を除去。最後にレジンとブラックライトでデカールを保護し完了です。最後にインテリアの組み立てです。まずはダッシュボードを仕上げていきます。ハンドルパーツを取り付け完了。次にカーペットです。こちらはダイソーのフェルト生地をカットし貼り付けていきます。今回はブラウンをチョイス。段差がある部分は両面テープ、フラットな部分はセメダインハイグレード模型用接着剤で貼り付けです。その後センターコンソールにはシフトノブを、シートにはベルトバックルを取り付けです。それぞれのパーツを組み上げたらインテリアの台座に取り付けていきます。シート、リアコンソール、内張りにダッシュボードの順で取り付けたらシャシーに合体。深みのある木目で高級車らしさ全開。リアコンソールのテレビ部分は以前作ってあった自作デカールから乱用してあります。ということで今回はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。